だって怪我してる時何したらいいのかわからないですよね、どんだけ怪我していたか、人っていうのは練習し続けたら壊れるんですよ。当然ながら体っていうのはそういうふうにできてます。ただポイントはトレーニングはたくさんしたい、すればするほど鍛えられる、強くなる、伸びるんですね。でも人間は疲労してその疲労が蓄積していき、限界を超えると怪我する、壊れるわけです。ってことは理想の努力っていうのは怪我する一歩手前でやめることなんですよね。で一番難しいのはその怪我する一歩手前ってどこなのってことなわけですよね。誰がそれを知ってるのっていうことですよね。たくさん怪我したやつが知ってるんですよ、限界までやっていろんな体の違和感をサインとして受け取りながらもトレーニングを、僕の場合で言うと続けたりして何度も怪我してきたんですね。そうすると怪我が治ってまた本当怪我したら結構またちょっと振り出しになったりするんですよね。怪我したら本当ダメなんです、できるだけ。でも怪我して学ぶことは当然あって次怪我しそうな時には分かるわけですよね。あ、これやばいやつやと、これ以上やったら怪我すると。じゃあそこで今日はトレーニングを2ブレーンじゃなくて1ブレーンにすると、または1ブレーンじゃなくてオフにすると、または近くの病院で検査すると、みたいな、そのままその状況をほっとかなかったりトレーニングの負荷を上下させることで、怪我する必要のないそのリスクっていうものを、怪我するリスクっていうのをこう減らしていく。子供は怖いもの知らずなんで行くとこも行きますよね。で大怪我するんですね。これ自体はいいことだと思うんですけど、経験する上で。でもサッカーっていうものの競技にフォーカスした時にせっかくトレーニングを積み上げてきて大事な大会の前、大事なもしかしたら試験の前、何かしらかの重要な、ターニングポイントと言われるような時期が来ているのにもかかわらず、それに気づけず、チャンスを棒に振ってきた、選手は僕もそうだし、多分これ見てる人はみんな俺もそういうのあるっていうのはあると思うんですね。それってそれも必要だって言えば超ポジティブですけど、でも回避できるプラットフォームがあるんですから、そういうことを経験してアドバイスしてくれるプラットフォームがあるんですから、絶対に使った方がいいですよね。怪我しそうみたいな感覚っていつ頃分かってきたというか、何回故障を重ねてつかめてきたぐらいのものなんですか？人間なんで一回したらもちろん記憶に残るので、その記憶をたどりながら次は避けようとするんですけど、大体2回目しますね。そして、もうしんとこって思うんですよね、人間って。2回もしたと、またやっちゃったと、もう3回目のないって、あれだけ気をつけたのに大体人間3回するんですよね。大体いろんな怪我を3回ぐらいするんですよね。似たような怪我、回避できた怪我をね3回です。無駄でしょ。それで怪我の内容によっては 2,3 ヶ月こうプレーできなかったりするんですよ。
もちろん軽いものだとね12週間だったりするものもあるんですけど、それは非常に幸運なケースで、23ヶ月だってサッカー人生短いのに23ヶ月の怪我を23回やるって、その大事なその少年時代のにおいてはかなりその機会損失ですよね、ライバルにすごい差を開けられてしまう、多分今スポーツやってる少年たちとか少女たちもこの怪我で悩んでる子いると思うんですけど、どう克服、その怪我の最中のメンタルケアみたいなところをちょっと最後お聞きしたいなと。怪我してしまったことはもうくよくよしても仕方ないですよね。その時に言えることはポジティブに捉えることです。怪我してない時にはできなかったトレーニングというのが怪我してる時にはできたりするんですよね。例えばプロの選手だったりするとよくあるのが筋トレとか、やっぱりシーズン中は、筋トレというのは負荷が高いので、そこまで、回数をこなせない、頻度高く、トレーニング筋トレというのはできなかったりするんですけど、でも当然ながらそうすると、ベースの底上げっていうのはなかなかできないんですよね、もう試合でも試合ってしてても、根本的なベースは高まらないんでプレーの幅が広がったりしないんで、できたらベースも高めたいっていうのはみんな思ってることなんですよね。でもやっぱ当然目先大事な試合があるんでなかなか筋トレは数をこなせないと。だからそういうのはプロの選手として一つの例なんですけど、少年少女にも全く同じことが言えて、もし怪我してしまってもその時にしかできないトレーニングが何かっていうのを考えて、もう怪我したものはもう仕方ないと。もうじゃあ今まで自分がプレーしてた時に、こんなプレーしたいけどできなかった理由っていうのが多分その怪我してる最中によって、怪我してる最中に、やれるトレーニングをこなすことによって復帰した時に実現できるかもしれないですよね。